はいどうも、エイジオブ 3DP の宇野健です。今回は 3D プリンターのサポート設定を完全解説、その第2弾をやっていきたいと思います。前回の第1弾ではサポートの有効化から通常とツリーというタイプの違い、グリッドやスナック、ツリーの4スタイル、それから敷地角度あたりまでを解説しました。つまりサポートをどんな形で生成するかというパートですね。今回はその続きということで、モデルの下に土台を敷くラフトやサポート材とモデルとの境目に位置するインターフェースを別のフィラメントでプリントするための設定、そしてサポートの頂上をツルツルに整えるサポートアイロニング、この辺りをスライスソフトの画面を見ながら実演も交えつつ解説していきます。この動画ではサポート専用の材料やモデルとサポートとして使うのに相性が良い材料の組み合わせについても詳しくご紹介。 PVA のような水溶性サポートはもちろん PLA と PETG、 TPU と PLA、ポリアミド系に ABS といった材料によるサポートプリントの実例も一緒に見ていきましょう。前回に引き続きバンブースタジオを例に解説していきますが、今回の内容も最近のスライスソフトであればほとんど共通で使える絶対に知っておきたい知識となっています。サポート設定に詳しくなってプリント品質を高めたいと考えている方はぜひ最後までご覧ください。ちなみにこのチャンネルでは家庭用 3D プリンターのレビュー動画やお得なセール情報、 3D モデリングツール、スライスソフトの解説など 3D プリンターにまつわる幅広いテーマに関する動画を公開しています。ぜひ今のうちにチャンネル登録してこの動画を見終わった後には他の動画もチェックしてみてください。はい、それでは早速中身に入っていきましょう。前回と同じように画面左下のサポート設定タブを上から順に見ていきます。前回解説したサポートのカテゴリーを過ぎると次に現れるのがラフトというカテゴリーですね。ラフトはイカダという意味で 3D プリントにおいてはビルドプレートとモデルの間にモデルを持ち上げるようにして形成される何層かの薄い層のことを指します。通常のサポートとはちょっと異なりますが、モデルを支えているという意味ではある意味サポートの一種ですね。早速設定項目を見ていきましょう。このラフトという欄が何層のラフトを敷くかを決めるところ、標準ではここが0になっていてラフトなしでプリントが行われます。ここではいくつか同じモデルを用意してこのラフトの数値を1層、2層、3層と1層ずつ増やしてみました。これでスライスするとまず一番左は標準でラフトは0層、1層目からモデルのプリントが始まります。一方左から2番目はラフトが1層、斜め方向に密度の低いしましまの層が1枚入った後でモデルのプリントが始まっていますね。そして右側2つはまず1層をしっかり敷いてから密度の低いしましまの層を1層、あるいは2層積み重ねて左は合計2層、右は合計3層のラフトを形成しています。これはおそらく剥がしやすさを考慮したもので、モデルとサポートが接触する界面の様子と近いものがありますね。このラフトがよく使われるのが ABS のような反りやすい材料をプリントするとき、モデルを直接プレートに乗せるのではなく一旦ラフトの上に乗せることでモデルを反らせようとする力を和らげる効果があったりします。個人的には ABS の反り対策以外にもこんな使い方がおすすめ。これは通常100度近くまで加熱する必要のあるフィラメントのラフトに PLA や PETG を使ってしまおうという試みです。 PLA や PETG 専用の低温プレートを使って例えばラフトに PLA を設定。ここでメインのモデルに使っているのは PEBA という TPU に似た柔らかい材料です。ラフトなしでは100度近くまで加熱することになりますが、ラフトを PLA に設定してあげるとなんと30度という低温でプリントできてしまいました。プレートに触れるのはラフト、つまり PLA だけになるので、ラフトとモデルのフィラメントがプリント中に剥がれない程度にくっついてくれる相性であれば問題なくプリントできるというわけです。モデルとの間にラフトを挟むことでプレートの対応材料や高温加熱という制約をある程度飛び越えられる。これは知っておくとどこかで役に立つ小技でしょう。さて、そんなラフトにはもう一つパラメーターが存在します。ラフトの総数を0より大きくした時に表示されるラフト接触面 Z 間隔という数値ですね。デフォルトだと 0.1mm になっているこの数値、一体何を表しているのでしょうか。試しに極端に大きな数値を入れてみます。この値を10にしてスライスするとこの通りモデルが大きく浮いて見えます。このラフト接触面 Z 間隔という数値はラフトとモデルの間の距離を設定するものだったんですね。実際には 10mm といった極端な数値ではなく、デフォルトの 0.1mm だとちょっとモデルにくっつきすぎてしまうといった時に 0.2mm とかほんの少しだけ大きな値に調整するような形で使うことになるでしょう。続いて見ていくカテゴリーはサポート用フィラメント。ここで出てくるのがサポート、ラフトベースとサポート、ラフトインターフェースという2つの項目ですね。
関連して前提となる話をしておくと、サポート構造は2つの部分に分けて考えられます。1つがインターフェースで、これはモデルに接する層のこと。もう1つがベースで、サポート本体の残りの部分です。つまりモデルに触れる部分とそれを下から支える土台、この2つはある意味別物。そしてここから見ていくのが、この2つにそれぞれ別のフィラメントを指定できるという、そんな設定になっています。ではまずサポートラフトインターフェースから。ここまでの説明から分かる通り、これはサポートあるいはラフトのモデルに接するレイヤーをどのフィラメントでプリントするか選ぶ項目です。初期状態ではデフォルトが選ばれていますが、これが何を意味するのかというと、サポート材専用のフィラメントなどは使わず、その層でプリントしている現在のフィラメントをそのまま使うということ。これが一般的な設定で、マルチカラーやマルチマテリアルといった方式が流行る前のシングルノズル 3D プリンターではこれが当たり前でした。ここに専用のサポート材だったり、モデルとは異なるフィラメントを指定するとどうなるか。実際にやってみると、バンブースタジオがこんな提案を出してきます。モデルとサポート材の組み合わせとして、一般的なフィラメントの場合、細かい設定に関しては推奨値を提示し、ここではいをクリックすれば自動で適用してくれるようになっているんですね。ちなみにこの辺りの細かい設定については、今後公開予定の第3回で解説する予定です。それではスライスしてみましょう。わかりやすいようにラフトとは別のモデルをスライスしています。デフォルトでは赤一色だったモデルとサポートが、サポートラフトインターフェースをもう一つの白いフィラメントに設定すると、このように2層くらいサポートの本体とモデルの間に設定されました。この設定のメリットは、種類が違うフィラメントを割り当てることでサポートを剥がしやすくすること。具体的な組み合わせやプリント例については後半で紹介したいと思います。ちなみにサポートラフトインターフェースを変更すると、その下にベース用のインターフェースフィラメントを回避という、ちょっと日本語訳だと分かりにくい項目が現れます。これはインターフェース用に設定したフィラメントをサポートの本体には使用しないという意味で、デフォルトでチェックが入っているのですが、それもそのはず。インターフェースに割り当てるフィラメントは、そもそもがサポートを分離させやすくすることが目的なので、そんなフィラメントがサポートの本体に混ざってしまっては大問題です。途中でポキッと折れてしまう可能性がありますからね。最近のバージョンではもうこれが一般的となったのか、チェックを外してスライスしてもあまりサポートの本体にインターフェース用のフィラメントが混ざらないようになっているようです。要はこのチェックボックスは触らなくて OK と、そういうことですね。さて次にサポートラフトベースの変更に進んでいくわけですが、この辺りでちょっと休憩を挟みます。この後使うモデルを 3D 生成 AI のトリポを使って生成していきましょう。ツリーサポートにちなんで盆栽の 3D モデルをサクッと生成。3D プリントしやすいように、あえて葉っぱのところは詳細に寄せず、モコモコっとしたビジュアルの画像に修正してから生成を実行しました。最近の 3D 生成 AI は自由度も高くなってきて、モデルを生成するのに本当助かりますよね。さて本題に戻りましょう。生成したモデルをまずはデフォルトのままスライスしてみます。この場合、もちろんサポートのフィラメントには盆栽と同じカラーが割り当てられます。続いてさっきの復習、サポートラフトインターフェースに白い PETG フィラメントを割り当てます。するとこのようにサポートの本体とモデルの境界となる面が白く設定されました。ここまでは問題ないでしょう。では続いてサポートラフトベースのフィラメントも白い PETG に変更してみます。するとこんな感じでサポート構造の全てが真っ白に。境界面だけでなく本体もサポート専用のフィラメントに割り当てられました。せっかくなのでこのサポートに白い PETG、本体は緑、茶色、グレーの PLA に設定した盆栽のモデルを実際にプリントしていきましょう。はい、完成しました。ツリーのモデルにツリーサポート。よく見るとちょっとフィラメントが飛び出ていたり、サポートがカバーしきれていない部分も見られます。その原因の一つは左のサポート設定のある項目。第1回で触れた内容ですが、どの項目が悪さをしているかわかるでしょうか。正解は必須領域のみにチェックを入れたこと。必須領域はかなり限定された箇所だけにサポートを設定するので、サポート材が少なくて済む反面、不十分なケースも多く注意が必要です。そんな PETG サポートですが、こんな感じで PLA からは簡単に剥がれます。丈夫に支えてくれるので非常に安心感もありますね。ただ PLA のモデルに対して PETG をサポートに割り当てる場合、インターフェースだけで十分なケースがほとんど。もちろんこの例のようにサポート全体を PETG にしても問題はないのですが、結構時間がかかってしまいますからね。そんなサポートラフトベースの個別設定が有効なフィラメントの代表例に水溶性フィラメントというものが存在します。
中でも PVA という材料が有名ですね。水に溶けるので手でパキッと力を入れて取り外す必要がありません。こんな風に複雑に絡み合った構造なんかでは最適なんですよね。こちらの例では青い PLA に対して半透明の PVA をサポートに設定しています。どこのブランドの PVA を使うかによってモデル用に使えるとされるフィラメントの種類は若干異なりますが、最適なのは PLA。 適切なベッド温度が近く、材料同士の接着性が程よいのでかなり安定してプリントすることが可能です。プリント後はこのように水かぬるま湯に入れてあげれば、インターフェースとベースの両方に設定したことで丸ごとサポートを構成している PVA がじわじわと溶けていきます。丸1日ほどつけ置きして乾かせば完成で、その仕上がりが非常に綺麗。このモデルでは上下のどちらがサポート側だったかわからないほどスベスベな表面になりました。 PLA 以外にもポリアミドや TPU といった材料にも使える PVA。 この例では3つの材料でマルチマテリアルドローンをプリントしました。骨格は丈夫な PAGF、 足は衝撃を吸収する TPU、 そしてサポートは溶かせる PVA。 最近はデュアルノズルやツールチェンジャー系の 3D プリンターも続々登場していて、 PVA サポートを含むマルチマテリアルプリントもやりやすくなっていますね。サポート、ラフトベースの設定は水溶性フィラメントに適するものだと分かったところで、改めて PLA と PETG の組み合わせについて詳しく見ていきましょう。扱いやすさやコスパの点で最も使われているであろうフィラメントのツートップである PLA と PETG はお互いにくっつきにくい材料です。これを逆手にとって PLA でプリントするモデルのサポートインターフェースにだけ PETG を割り当てたり、逆に PETG でプリントするモデルのサポートインターフェースに PLA を割り当てるという使い方が AMS のようなマルチカラーシステムの普及以降かなり一般的に行われています。 PLA モデルに対してインターフェースとベースの両方に PETG を設定する場合に比べて、インターフェースだけに設定した方が当然フィラメントを切り替える回数が少なくなります。サポートのベース部分にまであえて PETG を設定するメリットは少なく、分離される境目としてのインターフェースだけに設定した方がプリント時間を節約できるでしょう。材料の値段という観点でも PVA より PETG の方が安いので、基本的には PETG を選べば事足りるケースが多いです。ただ PETG インターフェースはサポートを物理的にパキッと取り外すブレイクアウェイの方式である点は PLA だけでサポート設定するのと同じ仕組みです。よって奥まって手や工具が届かないところにサポートがあるケースには適しません。そういった複雑なモデル形状のサポートに活躍するのが水溶性の PVA。 この辺りの使い分けを意識すると良いでしょう。ちなみに PLA 専用のサポート専用フィラメントとかも売られていて、その使い方は今まさに見てきた PETG のようなインターフェースとしての使い方です。サポート専用ではありますが、先ほどの PVA のような水溶性ではないところが初心者が勘違いしやすいポイントでしょう。ただ PETG よりも単価が高い場合も多く、これをわざわざ購入するくらいなら PETG で代用しようとそう考える方が多いように思います。さて次に紹介するのは TPU のモデルに PLA でサポートするというこちらも有名な組み合わせ。 PLA が TPU にくっつきにくいことに加えて、柔らかい材料を硬い PLA でがっしりサポートするという意味でも相性抜群のコンビなんですよね。加えてモデルと同じ TPU でサポートも設定すると、普通の硬いフィラメントでサポートを取り外すのとは比べ物にならないくらいめちゃめちゃ外しにくいことからも PLA サポートは非常にありがたい存在です。この組み合わせの場合、サポートラフトインターフェースで境界面だけを PLA にするのではなく、サポートラフトベースにも設定してサポート全体を丈夫な PLA でプリントしてしまうのが一般的。切り替え回数が多くなることからシングルノズルではなくデュアルノズルやツールチェンジャーでのプリントが現実的でしょう。市販の消費者向けフィラメントとしては TPU に近い柔らかフィラメントとして、他にも PEBA のようなナイロン系の高弾性フィラメントにも有効なこの PLA サポート。ここ数年でバスケットボールやサッカーボール、そして靴やサンダルといったアイテムまで多数の 3D モデルが出回るようになりましたよね。これらをプリントする際にほぼ必須なのがこの TPU あるいは PEBA と PLA サポートの組み合わせです。 TPU や PEBA の単一材料でプリントするとサポートを外す後処理が地獄なのですが、 PLA サポートであればプリント後にサポートを外す作業が極楽。柑橘類の皮を剥がすのにも似た感覚で気持ちよく剥がれてくれるんですよね。未体験の方にはぜひ実践してほしいゴールデンコンビだと言えるでしょう。こうしたサポート専用材の活用やサポートに別のフィラメントを割り当てるテクニックはチャンバー内部を加熱するようなエンプラ系にも応用可能。この場合 PLA や TPU のようにチャンバー内部を温めないタイプのフィラメントは使えないので、専用フィラメントのほか主に ABS や ASA がサポート材として活躍します。
こちらは PA6GF をメインにサポート材に ABS を使ってプリントしたもの。ABS とかをサポート材に使えるのもありがたい話で、エンプラ系の専用サポート材もやはり結構なお値段です。比較的安い ABS であればサポート材として使うのにも抵抗が小さいでしょう。以上がサポート用フィラメントに関する解説でした。最後にその下の項目、サポートアイロニングを見ておきましょう。アイロニングというのは一度プリントした面を低い流量でもう一度なぞって滑らかにする機能。プリント品の一番上の面をきれいにする機能としておなじみですよね。その動きをサポートの頂上、つまりモデルに接する面に適用してしまおうというのがこのサポートアイロニング。サポートがついていた面はどうしてもザラザラしがちですからね。そこをアイロニングで整えようというわけです。使い方はサポートインターフェースのアイロニングを有効化、オンにするだけ。スライスするとアイロニングを有効化した右のモデルの方はサポートの頂上が真っ平らになっていて、いかにもスベスベな表面といった感じです。デフォルトではアイロニングパターンが直線で平行に隅から隅までなぞっていくイメージですね。その他に同心というパターンもあって、こちらを選ぶとサポートの中心から同心円状にアイロニングが進んでいくようです。スライス結果はスベスベでも実際のプリント結果はどうなのか。アイロニングなしと直線アイロニング、同心アイロニングの3パターンでプリントしてみました。本体が緑の PLA、サポートが白い PTG、見やすいようにベースも PTG にしています。手に取ってみましょう。まずはアイロニングなしのパターン。PETG サポートにしたこともあってアイロニングなしでも十分綺麗ですね。そしてこちらが直線アイロニング。大きな差はありませんがモデル表面がより平坦になった印象です。サポートも PLA の場合なんかではより効果が出てくれそうですね。最後は同心アイロニング。こちらは中心付近が少しへこむ結果に。サポートの表面を見るとアイロニングの時点で表面が平らになっていなかったようですね。もっと円形の表面とかをサポートする場合に活躍するのかもしれませんが、基本的には直線アイロニングを選んでおけば間違いないでしょう。はい、というわけで今回は 3D プリンターのサポート設定完全解説、その第2弾をお届けしてまいりました。いかがでしたでしょうか。サポート用フィラメントの項目ではいろいろなサポートの組み合わせが出てきて、今回は盛りだくさんの内容でしたね。次回はいよいよ第3弾でサポート解説の最終回。まだ残っている高度な設定のカテゴリーを一気に扱っていく予定です。これまたヘビーな内容になりそうですが、ここまで理解できればサポート設定マスターになれること間違いなし。まだあまり触ったことがない人もたくさんいらっしゃるかと思いますので、ぜひチャンネル登録の上、次回の動画も楽しみにお待ちいただければと思います。はい、この動画があなたの 3D プリンターライフのお役に立てれば幸いです。この動画が役に立ったという方は、ぜひチャンネル登録、高評価もしていただけると嬉しいです。家庭用 3D プリンターにまつわる最新情報は X でも発信しております。フォローしておけば、あなたも最新の 3D プリンター情報をタイムリーにゲットできますので、ぜひフォローしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。